こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は前回から告知していた20センチのカットクロス2枚で作れる布小物を紹介させていただきます。まずね、今回紹介するのはその20センチのカットクロスを大きく使って比較的簡単に作りやすいアイテムを2作品紹介させていただこうと思います。今回はこちらのメガネケースともう一つはこちらの通帳ケースを紹介させていただきます。今回はね、どちらかというと実用的なアイテムになりますので、よかったら最後までご覧いただいて、皆様の手作りにお役立ていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介になります。今回はシンプルに20センチ角のもの2枚になります。この後この角をカットしていきます。そしてお好みでタブと革タブ、キーリングをご用意ください。これはね、3個ともなくってももちろんできますけれども、ちょっとワンランクアップさせて作っていく仕上げ方になりますので、一緒に作ってみてください。革はね、5センチの長さのものを使用します。キーリングは 20mm タイプを使用していきます。で、脇タブなんですけれども、これはね、幅2センチのものですね。で、長さは4センチで今回は使用していきます。今回裁断は1つの生地につき1箇所だけになりますので、とってもシンプルになりますが、柄があったりとか柄方向がある場合は気をつけてください。仕上がる時はこういう感じにして自分でね、こうちょっと折り目をつけておくといいですよ。こう斜めになってるとどうしても方向間違いやすいので気をつけてください。で、そしてこちらはね、裏表のないカラーのものを使っています。こちらも裏表、皆様生地気をつけてくださいね。実際にカットする際はこうやって外表に重ねてカットすると一番失敗が防げますので、この状態でいってカットしてみましょう。そうしたらですね、まずこの生地10センチ、これ20センチなのでちょうど半分のところですね、10センチのところに印をつけます。半分のところに印をつけて、そしたら上から5センチのところに印をさらにつけます。そしたら定規で線を引いてみましょう。はい、これが今カットしていく段階になります。必ず表面を見て、で反対もこちらも表面になっていることを確認してください。この状態で裁断します。これもね、ロータリーカッターでカットしていきます。ぜひ別の動画でも使い方の紹介していますので、そちらの方もご覧になってみてください。で、これで2枚同時にカットができたところです。そしたらまず最初にですね、今度は中表に重ねます。今外側が表になってますので、これを今度は逆にしてこうした時にこうパタンと倒します。そうすると中表になりますね。で、縫う面は必ず張りのある面を上にして縫っていきますので、この状態にしてください。そうしたら端から 7mm のところを縫いましょう。はい、では縫い終えたところです。こんな風になります。そしたらちょっと切り込みを入れますので、一度これを2つ折りにしましょう。ちょうど半分のところがここになります。切ったところの一番頂点のところですね。ここにハサミで切り込みを入れましょう。縫い目の際のところまで切り込みを入れておきます。このぐらい。はい、そしたら一度表にして縫い代をしっかりと倒しておきます。そしたら端から10センチのところに印をつけてください。ここですね。ここがちょうどこの半分になる位置になりますので、ここからここまで際を縫うようにします。それでは印のところから返し縫いをしないで縫いましょう。そし
したら脇タブを挟みます。脇タブは2つ折りにしてちょうどこの縫い代の重なりがなくなるところに重ねましょう。これはこのブルーの生地重ねて大丈夫です。2枚重ねた状態で同時に縫っていきます。はい、では縫い終えたところです。そうしたらこれをですね、今度2つ折りにして完成をちょっとイメージしながら、これをもう一度こっち側にしてパタンとこうなんかサンドイッチするような感じになっていきます。はい、そしてここの部分ですね、この脇の部分ちょっと持ち上げて最初にカットしていた部分があると思います。この部分もねちゃんと持ち上げて縫っていきます。まず 7mm で縫いましょう。一回糸切ります。これ切らなくてもいいんですけどね、続けて縫える場合は続けて縫いましょう。そしたら今度縦は1センチで縫いましょう。ただ重なりのあるところですね、ここ返しにします。はい、では縫い終えたところです。もう一度おさらいすると、この上のところは 7mm で縫って、ここの距離の長い部分は1センチで縫っています。で、最後ここは縫い残している状態です。この後返し口を作っていきます。まずこう裏面にしてください。そうしたらですね、ここをですね、この輪の部分1センチほど切り込みを入れましょう。ブルーの方だけに切り込みを入れています。そうしたら縫い代の終わる位置ですね、この部分でも1センチほど切り込みを入れましょう。そうするとこうやってめくることができると思います。このめくった状態で端から端まで1センチを縫います。はい、では縫い終えたところです。どうなってるかっていうと、ここは縫わずめくったところで縫ってるような感じになります。はい、そうしたらですね、この後何をするかっていうとですね、ここの部分、今折った部分を切り落としていきます。はい、でこれでちょっとほつれが出てくる場合はもうほつれをしっかりとこうやってぐしておいて、もうこれ以上出てこない状態にしておくといいですよ。そしたらこのまま表に返してももう完成でいいんですけれども、実際にね作ってみたところこの角がかなりゴワゴワしましたので、仕上げをねもうちょっと楽にするようにこの部分角を縫いました。でこの方法で紹介していきます。で角を作るのはこの一番縫い代が厚いところになります。この部分を角を作っていきます。そしたらこのねカード定規とかを使っていきましょう。はい、そしたらねここの角のところはご自身でこうやって定規を引いて二等辺三角形でカットするような感じになります。だいたいね長さこう 1.5 センチぐらいでこうカットすればちょうどいいと思います。せっかくなのでこちらの定規を使います。これはミラクルハンドメイドブックに、定規ブックの付録の定規になります。はい、そしたらですね、付録の定規使われる方はこのマスが123つ分ですね、こうやって合わせましょう。書いた線が縫う線になります。切る線じゃなくてね縫う線ですね。こんな感じで線を引いてください。そしたら書いた線を縫います。なんですけれどもこの後ね布をカットしますので、必ずこの最初に縫ったところをしっかりと縫っていかないといけないんですね。でないとほつれてきちゃいますので、この部分は必ず返し縫いをしていきます。なので少し奥側から縫っていくといいですね。はい、では縫い終えたところです。返し縫いをねしてるところがちょうど濃く出てるのでわかると思います。
そしたら切り落としていきます。だいたい5ミリほど残しておきましょう。そしたらね、こういう部分もねちょっと斜めにカットして切り落としておくといいですよ。こんな感じですね。そしたらここ返し口になりますので、ここから表にしていきます。で、毎回言いますけれども、角の部分ですね、しっかりと最初に内側から出しておいてから表にしていきます。こうやってね出てくるとドキドキしますけれどもね、この後もう一回繰り返して、はい、では表にしたところです。結構このねカラーの生地がアクセントになりますのでね、是非合わせる色とかね調整されるといいと思います。ストライプとかも私は結構好きなんですけど、今回はね色でテーマを決めてみました。あとね、最後にここの部分ですね、仕上げにここステッチなくてもいいんですけれども、あるとちょっと引き締まりますので、この部分にステッチを入れて押さえておきます。この部分はね、この生地と同じ色でもいいし、この生地に合わせたカラーの糸を使ってもアクセントになりますよ。はい、ではせっかくなので茶色の糸で縫うことにしました。端からだいたい5ミリぐらいのところを目安にしてください。こんな感じでなったところです。材料のところで伝え忘れちゃったんですけれども、こちらの中華締めを使用します。そしたらキーリングを通した革タブを2つ折りにして、こんな感じで2枚を重ねて、ここで押さえるような感じにします。ピタッと押さえて目打ちで穴を開けてカシメをつけていきます。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。結構ね簡単に出来上がったと思います。返し口ちょうどねこのぐらいの幅になるので切ってしまいましたけれども、実際にはねこんな感じで中ね見えない状態になるので、そしてメガネね早速入れるとぴったり収まるような感じです。これねインスタのストーリーでも紹介させていただいたんですけれども、これねロータリーカッターを入れるのにもねちょうどいい感じのサイズ感なんですよ。大きいのなんですけどね、こうやってぶら下げて収納するのにもちょうど良さそうですよ。急遽作り方が変わったのでクリップを入れるようにしたんですけれども、こんな感じで道具入れとしても使えますので、是非ね今回参考にして作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それからミナペルホネンで作る、こちらのメガネケースはサイズがねそれぞれ違いますけれども、皆様のお手持ちの生地でもぴったりね20センチがなかったとしてもこんな風に作ることはできますので、是非皆様のお気に入りの生地で作ってみてください。ではですね、次の作品続きもご覧ください。もう一つ紹介させていただくのはこちらの通帳ケースになります。実際に今1冊通帳が入っていて、後ろ面にはこれねちょっとスイカの IC カードになっていますけれども、ポケットがねこう2つ仕切りになって入れられるようになっています。20センチのカットクロス2枚だけで作れる作品になりますので、皆様の歯切れでお役立ていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。こういうカシメとかがない方はね、横にねタブをつけるタイプも紹介させていただいていますので、よかったら参考にしてみてください。今回使用する生地は同じく20センチのカットクロス2枚になります。今回はこちらのね私の一押し、深みのあるココア味になります。それから中華締め1組と、革タブですね。あとはキーリング1つとこちらの、ピースネームを使っていきます。この辺りはねお好みでご準備ください。なくても仕上げられる方法になります。それでは裁断から紹介していきます。まずは両端の幅を3センチずつ切り落としていきます。通帳ケースはこんな感じで
こういう風に仕上がっていきますので、残す方向を考えてみてください。はい、それでは、こちらが一応ねまた別で使いますので横に置いておきます。そしたらこちらを裏にして片側に 1.5 センチの印を入れましょう。そしたら2つ折りにして印を2枚重ねた状態で5ミリほど切り込みを入れていきます。そしたらアイロンをかけていきます。まず表の状態にして2つ折りにします。これが表の状態になっています。そしたら今先ほどですね印をつけたところ、こちらは 1.5 センチで2つ折りにします。そしたら一度開いてこの折り線のところで付け合わせにして布端を合わせてアイロンをかけていきます。そしたらもう一度折って三つ折りにします。反対側も同じようにして折りましょう。そしたらこちらは際を縫っていきます。最初と最後は返し縫いをしましょう。では際が縫えたところです。そうしたらこれを2つ折りにするんですけれども、その時にこの縫い合わせのところがずれるようにしてこんな感じですね。そして折り目をつけてみましょう。そしてこの浅くなった方がカードポケットの方になりますので、ちょっと柄とかもね考えてみてくださいね。ちょっと分かりやすいように線を引いておきます。はい、じゃあここがちょうど底になる位置になります。測るとですね8センチになっています。そうしたら先ほど折り目をつけたこの部分ですね、これを重ねましょう。この輪になってる方を上にして重ねます。でちょっと広げて底のところでぴったり合わせて待ち針で留めます。はい、でこう動かないようにした状態で一回こう表にひっくり返します。そしたらこの真ん中のところに仕切りのステッチを入れたいので一回半分にこう折りましょう。折ったらここの部分だけちょっと折り目をつけて、ちょっと暗いので分かりにくいんですけれども、この線の部分ですね、ここのところにもう一度線を引いておきます。そうしたらですねここをこういう風に上が三角になるようにして戻っていく方法で縫っていきたいと思います。3目進んで3目下がるという感じですね。そしたらまっすぐ前に進んで縫っていきます。そしたらちょうどポケット口のところで来たところで押さえを上げて横に回転させます。1目だけ前に進めます。はい、1目進んだらもう一度布を回転させて、今度はこの V のところ、この頂点のところまでこの部分ですね、こう V になるようにして縫っていきます。ちょうどポケット口のところの縫い目のところに合わせるといいと思います。はい、そしたらもう一度回転させて同じように斜めに2目ほど前に進めます。はい、そしたらもう一度回転させて1目前に進み、もう1回進んだら1目戻します。はい、そしてもう一度くるっと回転させて、これ映ってますかね。今度は縦に今度まっすぐ縫っていきます。縦は3目ほど前に進めましょう。はい、そしたら返し縫いで3目戻ります。はい、で糸を切ります。はい、こんな感じで縫い終わったところになります。はい、そしたらこの脇タブを今仮止めしたところです。場所はこの底側からちょうど2センチぐらいのところになります。でこちらがカードポケットになるので、これを後ろ側にしようと思っています。もし前にしたい場合は脇タブの位置はこちらになりますので、
調整してみてください。そしたら切り落としたこちらのループを作っていきます。まず端から5センチ、このカラーの生地だけ切り落としていきます。じゃあ切り落とした方は三つ折りにします。こんな風にしてまず1センチほど折ってこういう風にしてちょうど切り落としたところが真ん中辺になるようにして合わせます。合わせたらここの真ん中のところを縫います。はい、では今度はキーリングを入れてここを縫います。そしたらそのままこれを2つ折りにしましょう。2つ折りにして待ち針で留めます。縫い代が交互にこう重なるようになります。厚みがこれで減らせますので、この部分ちょっと調整してちょうどこの上の部分にぴったり揃えます。最初にね仮留めをしておくとやりやすくなりますね。このように留めてから布をかぶせていきましょう。ちょっとこの部分ゴワゴワしますけれどもゆっくり縫っていきましょう。はい、そしたら端から1センチを縫っていきます。もし通帳を何冊か入れる場合は少しゆとりを持つために7ミリにされてもいいと思います。それでは重なりのところはしっかりと返し縫いをして縫っていきましょう。はい、では1センチで縫い終えたところです。そしたら表にしていきます。角のところはしっかりと出しておきましょう。これはねループがあるとスッと出てきますよ。これも同じようにですね縫い代は切りっぱなしの状態なので気になる方は最初にジグザグミシンをかけておいてください。そしたらねこれで仕上がりでもいいんですけれども、余ってる、この生地でこういうねちょっとストラップをつけてみようと思います。そしたらまずこう合わせてですね、こんな感じで余ると思います。これ切り落とさずにそのまま使っていきます。そしたら端から7ミリのところを縫いましょう。はい、ではこんな風に縫い終えたところでこのような感じで一回倒しましょう。倒したらこの白い方をこの縫い代に付け合わせにして2つ折りにします。でもう一度ね今度反対側縫い代をこう倒しておきます。反対側に今度倒しましょう。表からやる方がやりやすいと思います。そうしたらもう一度裏にしてまた同じように縫い代を付け合わせにしていきます。はい、そうしたら最初に折った方とこう重ね合わせてもう一度アイロンで折り目をつけていきます。ちょっとだけこう白いのが見えるようにしたりとかするとアクセントになります。ぴったり揃えなくても大丈夫です。そしたら両側の際を縫います。これね縫ってこの端っこのところまで縫っていきます。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。で両端は5ミリほどずつ切り落としておきます。そしたら、キーリングに通して仕上がりとしてはこういう風になっていくんですけれども、まずこの状態を作ってこの部分だけつまんでいきます。内側の部分つまんで繰り返しましょう。こういう風に裏にした状態ですね。この状態にして端から 1.5 センチのところを縫いましょう。あともう一息なので頑張りましょう。でちょうど 1.5 センチのところですね、目指して縫っていきます。
そうしたら一回裏にします。裏っていうか表ですね。表にしてこのキーリングの位置をずらして、ちょうどこの薄くなるとこですね、ここに持ってきてパタンと閉じます。そしたらこの際を縫って仕上げます。それでは厚みがあるところはちょうど真ん中のところですね、針を刺して前に進めます。で返し縫いして布に乗っけます。そしたら一回ひっくり返して最初の糸を切ります。これはショルダーストラップでも縫い方の紹介をしています。常にね前に進むようにして縫うといいですよ。それではこれで完成になります。今回縫い代1センチで仕上げていますので、結構1冊ぴったりな感じになっています。例えば何冊か入れる場合はですね、縫い代7ミリにされると、よりもうちょっとね入れやすくなると思います。ちなみに我が家にあるお薬手帳をここに入れようとすると高さが合わないので、例えばこうねループとかを作らずにそのまま幅のままで作ればしっかりと収まると思います。袋の高さとかこの生地をずらすなどして深めにすればうまくできると思いますので、是非参考に作ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。最終的にはね1回ほどいてここにね皮をつけました。やっぱりね素材が違うものが入るだけで雰囲気がねだいぶ変わってきますので、皆様も是非参考に作ってみてください。ということで今回はこちらのねコラボ布で作るアイテムとして20センチのカットクロスとあとカラーリネンを合わせた作品を紹介させていただきました。次回も20センチのカットクロスで作る布小物を紹介させていただきますので、よかったら楽しみにしていてください。で次回の動画が気になる方は是非チャンネル登録をして新着動画をお待ちください。今回の動画が良かったよという方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それから旅動画の方もフランス編からスタートしております。次回の旅計画はですね、私はちょっと壮大な世界一周企画を考えておりますので、そのねちょっと告知もできたらいいなと思っております。よかったら旅動画の方もチェックしていただけると幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。